どうやら、ソニーが新型の携帯ゲーム機を出すかもしれない、らしいね。しかもその最新の携帯ゲーム機は、リモート専用かも、なんて噂が囁かれている昨今ですが、今回紹介するのは、まさに、リモートストリーミング専用機。そう、時代は、端末スペックに依存しない、ストリーミング機になりつつあります。どうも吉田です。アシスタントの卵です。でも、ストリーミングって、ラグって遊んでらんないでしょう。そういった意見も多そうなので、実際に使ってみて、実用面もしっかりと見ながらレビューしていきます。ではこんな感じで進めていきます。アブソルートとは、Android 12 OS を搭載したポータブルゲーム機で、読み方はアブソリュートっぽいことから、アブソルートだそうです。完全なとか確かなって意味ね。画面解像度は7インチのフル HD ディスプレイと、しっかりしていながらも、CPU や RAM、ストレージなどかなり抑え気味。ソックはメディアテクの MT8365 聞いたことないな。あくまでもストリーミングができれば良いと割り切った性能。バッテリー容量は5200マとしっかり多めで、ストレージはマイクロ SD カードで拡張可能です。マイクロ SD 使えるのありがてえ。開封内容物、今回は ABXY テックさんから試作機をいただいたので、開封から見ていきます。あくまでも完成品ではないので、変更になる箇所はいくつかあるかと思いますので、その点はご了承ください。いつも以上に検証といった意図が強い感じか。箱はこちら。多言語でありがとうと印刷されています。なんだか見覚えのあるデザイン。気のせいだよ。そして段ボールを開けると、専用ケースの中に収納されている2段構えでした。この仕様もなんだか知ってる。気のせいだよ。ケースにはユーグリーンのロゴが入っていました。かなりピチピチな寸法のケースだね。本体外観、正直、ビルドクオリティ、質感自体はそこまで高くありません。まあ試作機なので変更があるとは思いますが、コストを抑えている印象です。ちょっと残念。本体表面、右側には、メニューボタン、Xbox 配置の ABXY ボタン、アナログスティック、ホームボタンと、スピーカー、左側には、U ボタン、アナログスティック、十字キー、Xbox ボタン、スピーカーです。基本的には、Xbox コントローラープラスホームボタンのようなボタン配置で、実際に遊ぶ際にも Xbox コントローラーとして認識されます。実質箱こんなのね。背面にはアブソルートのロゴ、メイドインチャイナなどの説明が記載されています。特徴的でエッジの効いたグリップ部分がユニーク。製品版ではグリップ部分に、滑り止めテクスチャのつぶつぶがつくらしい。製品版では質感も変わるのかな？本体上側面には左から、L1L2 ボタン、ボリュームボタン、電源ボタン、R1R2 ボタン、穴が開いているのはおそらくスピーカー。下側面には左から、USB-C 端子、イヤホンジャック、マイクロ SD スロット、こちらの穴もスピーカーでしょうか。左右側面には何もありません。手が当たる部分に何もないのは良いよね。側面を見ていて気づいたんですが、よくよく考えるとこの機種、ネジ穴が一つもないんですよね。ほんとだ。おそらくシェルが爪で噛み合っているんだと思いますが、それによりさらにスマートなビジュアルとなっています。でもかなり無茶しているデザインのせいか、前面と背面のつなぎ目部分は多少隙間が気になるね。でもそれと同時に、最大の特徴だと感じたのがこの薄さです。確かに薄いよね。見てくださいこれ、グリップ部分がわずかに膨らんでいるだけで、基本的に薄い上、本体側面をなるべく薄くしたディテールとなっているので、めちゃくちゃに薄く見えます。端にかけて薄くなってるってことね。上側面も同様なディテールになっていて非常に薄いです。この、少しでも薄く見えるようにしているデザインが本当に新鮮で、これまでのゲーム機とは一切違うぞ、という心意気を感じます。タブレットっぽいね。サイズとしては任天堂スイッチくらいなんですが、その薄さも相まって、こんなゲーム機これまでなかったと興奮します。知らないだけであるかもよ。他のゲーム機との比較、従来のゲーム機代表としてゲームボーイアドバンスとの比較、ゲームボーイアドバンス小さいね。このハードと同じく Android を搭載したレトロイドポケット3プラス、めっちゃ小さく見える。Steam デックと並べるとどんなゲーム機も小さく見える。任天堂スイッチ有機 EL 版、ほぼほぼ同じ寸法ですが、手にした印象としては全く異なります。こう見るとスイッチは結構分厚いね。操作感、グリップ感はかなり良さげです。出っ張ったグリップ部分に中指と薬指が引っかかり、安定感のある持ち心地です。スイッチはフラットで結構指痛くなるよね。また重量バランスも良く、均一に重みが伝わってくる感じがあり、重く感じず快適です。軽いの？スイッチ有機 EL モデルとほぼ同じ重量の 430g ですが、グリップがあり、薄い分かなり軽く感じます。同じ重量なのに不思議だね。ボタンの位置は、全体的にもうちょっと上だったら良いなと最初は思いましたが、使っているうちに慣れて気にならなくなりました。デックに毒されすぎている。ボタンの押し心地は正直いまいちです。どういまいちなの？遊びは少なく安定感はありますが、若干の柔らかさを感じるボタンです。でもまあ使っていれば慣れて履きます。
ボタンが光るのかっこいいね。というかボタンの印字をよく見てみると、B の真ん中部分に隙間が空いていたり、X の真ん中が十字に隙間が空いていたりと、普通のフォントじゃないんですよね。かなりデザインが細かい。よく気づいたな、変態じゃん。十字キーも ABXY ボタン同様の柔らかさを感じるボタン、それぞれの方向入力を単体で、それこそメニュー画面で使う程度では問題ありませんが、斜め入力などはしにくいので、十字キーメインでの運用がしたい人には、お世辞にもおすすめできません。言うねー。あくまでもこのハードはストリーミング専用機なので、十字キーは補助的な使い方ってことかな？アナログスティックでの操作が前提であったとしても多少気になります。まあ十字キーって大事よな。肝心のアナログスティックは最新のアンバーニック端末と同様の、縁に滑り止めがついているようなものが採用されていて、なかなか使いやすいので、その点においては良い感じです。肝心のアナログスティックが良くて良かったです。ホームボタンなどの四隅にあるボタンは、硬めのカチカチとしたボタンです。ショルダーボタンは縦並び、L1 はカチカチとしたタクトスイッチのタイプ、L2 は奥に倒れるタイプです。縦並びのショルダーボタンこそ至高。画面スピーカー、ディスプレイには文句なし、ディスプレイも綺麗、必要十分な解像度で良いと感じます。スティームデックやニンテンドースイッチよりも高い解像度だよね。普段そちらを使っている方はより綺麗な液晶だと感じるかと、色味は若干暖色よりではありますが、気になることはないニュートラルさ、輝度はかなり高く設定できて、目視で確認してみると最新スマホと同じくらいの明るさは出る良い液晶です。これだけで嬉しい。目に強い刺激をくれ。他が主所比較、スティームデックと比較すると、まず画面サイズに目が行きます。スティームデックも同じ7インチではありますが、中央比が異なるため体感的にアブソルートの方が画面が大きく感じます。普通の16対9だもんね。任天堂スイッチ有機 EL 版と比較してみると、やはり有機 EL と液晶ではサイドの高さに違いがあるものの、そこまで大きく差異は感じません。有機 EL の濃い色味が嫌な人はむしろこっちの方が良いかも。スピーカーはいまいち。スピーカーはステレオなので左右からしっかりと聞こえてよく、持ち方によっては若干指の干渉はあるものの問題とは感じません。が、音質はお世辞にも良いと言えません。ザラッとした低音が弱めの音色。スティームデックで慣れてしまっているせいではというよりは、画面解像度が高く、高画質な映像表現で見れるだけに音質の悪さは気になるのかも。ここはもう少し頑張ってほしいと感じます。確かに、4K 液晶のテレビがガビガビの音声だったら嫌だもんね。4K じゃなくても嫌だよ。参考までに比較してみると、こちらがアブソルート。こちらが任天堂スイッチ有機 EL 版。なるほど、アブソルートは中音域も低音域も弱い気がするね。使い方。では早速初回起動からの使い方を紹介していきます。よろしくお願いします。独自のメニュー画面、独自の使用感、電源ボタンを長押しして起動すると、このような画面が表示されます。なんだこれ、アンドロイドじゃないの？これまでに見たこともないスイッチのようなメニュー画面だな。ちゃんとアンドロイドだよ。これはテンセントが開発したロジテック G クラウド用のランチャーと表示方法やアイコンなどを見るに同じもののようです。ちなみにプレイストアや上の方にあるアカウントなどは、試作機段階では使用不可ですが、製品版では使用可能になるようです。できるようになることが増えそうだね。一番右のすべてのアプリを押すことで、全アプリを見ることができます。プリインストールアプリ結構少ないね。基本的には Android と同様な使い方ができますが、画面上から下へスワイプして通知を出したりできなくなっています。定番のやつできないのか。その代わりホームボタンを長押しすることで、クイック設定と呼ばれる項目が左にブワンと出てきて、明るさや音量、効果音などを設定できます。これも既視感がある。気のせいだよ。タブレットモードでスマホのように、普通の Android として使いたいよって人は、設定からタブレットモードに切り替えるを押すことで可能です。タブレットモード？タブレットモードにすると普通にランチャーを変更することもできて、通知バーも使えます。スマホとかと同じ感じになるのね。日本語化なども簡単に行うことができました。やはり性能の低さは感じる。アンツツベンチマーク結果。使っていて思ったんだけど、いくらストリーミング専用端末としてスペックが抑えられているとはいえ、メニュー画面で触っている時点で結構カクつくのが気になる。そうだね。アンツツベンチマークを測ってみても、お世辞にも良いとは言えない 11.5 万点という数値。スマホで言うとスナップドラゴン630のエクスペリアエースが14万点なので、それよりも低いというのは正直頼りなくはあります。11.5 万かエントリーモデルくらいのスペックだね。ストリーミングリモートプレイでは実際に、この端末のメインでもあるストリーミングでのゲームを遊んでみたいと思います。やってみないとね。その前にですが、Android はこの端末
に限らずシステムレベルで遅延があり、人によっては気になるといったことが注意点としてあります。これを言っては本末転倒なのですが、その上でさらに遅延があるストリーミングプレイというのは、遊ぶゲーム格ゲーや FPS によっては問題外だと思うので、それを踏まえた上でどうなのか、というのを検証していきます。ちなみに格ゲーや FPS は普段たしなみますか？いいえ、たしなみません。Xbox クラウドゲーミング、クラウドプレイを代表するXbox クラウドで試してみました。正直これは、快適とは言えません。ラグい感じがあり、なんでか時折ブロックノイズが乗り、音も途切れたりするので、動きのあるアクションゲームだと結構気になります。環境が悪いのでは？遅延に関しては、まあ一人用のゲームをライトに遊ぶ程度であれば、個人的には遊べるかな、という程度ではありますが、画質の低下に関しては気にはなります。Wi-Fi 環境が悪いのでは？速度が原因なのかと思い、みんな大好きファスト。コムニテ回線速度を調べてみると、私のネット環境としては Wi-Fi で300-350 Mbps くらい出るのですが、この端末で調べると200 Mbps くらいしか出ていませんでした。なんで？わかりません。ただまあいつまで経っても、Xbox クラウド自体がベータ版なので、このハードの問題でもないような気はします。PS プレイ。我が家には PS5 はありませんが、PS4 はあるのでそちらをリモートプレイで試してみました。結果としては、画質はあまり高く表示されず多分 720p で表示されている。たまにエラーで落ちたりするので、そこまで快適とは言えません。まあでもこれって、このハードに限った問題ではなく、前に別端末でリモートを試した時も同様の感じだったので、PS のリモートプレイってこんなもんな気がする。そうだね。PS5 はどうなの？だから持ってないよ。Steam リンク、ゲーミング PC を Steam リンクで遊ぶのが一番快適でした。バッチリ 1080p で表示されますし、心なしか遅延も少ない、音の途切れやノイズもほぼ感じないと、これが最適解だと感じます。PC で遊んだ方が良くない？そこそこ軽い7インチディスプレイのハードで、解像度 1080p のゲームを手のひらで遊べる心地よさは、確実にあります。まあ、ゲーミング PC を持っているという前提だよね。ちなみに最近の Steam リンクのメニュー画面は、こんな感じになったので、もうこれ Steam デックやんって叫んでいます。こんなんもう Steam デックやん。エミュレーター。さてここから先は、レトロゲームをエミュレータプレイという、少し踏み込んだ使い方を試します。いつものお約束を掲載しますがご了承ください。そもそもエミュレータって何？違法じゃないの？エミュレータっていうのは、レトロゲームを別のハードで動かしたりできるようになるソフトのことで、めっちゃ簡単に言うとレトロフリークとかもエミュレータだし、スイッチのアーケードアーカイブス、ファミコンミニなどもエミュレータです。なるほど、どうやって遊べばよいの？遊ぶには、吸い出式ダンパーが必要になってきます。プレステ1とかだったら DVD リーダーと PC だけで吸い出すこともできるので、遊びたいゲームの吸い出し方法を調べながら行う必要があります。なるほど、吸い出して売っちゃえば格安でゲームを遊べるってことね。所有していないゲームの複製は違法だから注意してくれよな。承知しました。レトロフリークでもダメだからな。承知しました。では始めていきます。まず感じた点については、大画面が良いという点です。解像度も高いのでスケールが合っていなくても、ドットがピクセルパーフェクトに見えますし、このスマートなハードでこの見え方は、正直ありです。ピクセルが崩れて見えないの良いね。性能的にはやはり低いので、PSP でギリといった印象です。その PSP でもタイトルによっては処理落ちして遊びにくかったりするので、せめてここは遊べて欲しかったという気持ちです。重たいゲームだと結構処理落ちするね。ただ画面比率は一致して、解像度はぐんとアップしているので、PSP-LL みたいな感じで遊べるのは非常に気持ち良いです。PSP-LL？ 一応 PS2 とか GC とかも試してみましたが、想像通り遊ぶには厳しい感じでした。頑張って設定すれば遊べるタイトルもあるかも。どうだろ。他、気づいた点、これ地味に気になる点なんですけど、急速充電ができないんですよね。なので充電速度が遅い上、普段スマホ用、Steam デック用に使っているケーブルや電源とかが流用できません。これ絶妙に不便なやつ。いちいち別の電源を用意せねばとなるよね。あとマイクロ SD が刺さらないかと思うくらい深い。一瞬刺さらないのかと思いましたが、すごく深いだけでした。深いね。飛び出ないようにという工夫だとは思いますが、にしても深い。深すぎ。この端末というかストリーミング専用機は、ハードとして思った以上に面白いです。思った以上に？ストリーミング専用に絞ったからこの薄さ、この金額が実現できただろうし、そんなことないだろ。7インチの大画面 1080p が良い、バッテリー持ちも良い、独自のメニュー画面も面白い、何よりこの薄さが痺れる。薄さ推しだね。逆に気になった点は？やはり気になったのはこのギリギリを攻めすぎた CPU スペック。やっぱしそこ、ストリーミングリモートプレイだけだとしても、より快適に遊べるように、せめて最低でも暗筒20万点くらいは欲しいよね。あとは映像が良い分、音質の悪さが気になってしまいます。スピーカー大事よね。デザインは良いので、もうちょい金額を高くしても良いので、もうちょいスペックを上げれば、もうちょいいろんな使い方をしたい人に刺さって、もうちょい売れるのではと感じました。伸びしろですね。